ザ・アンダーグラウンダーズやろか。どんなゲーム？ 2003年のイラク、アブグレイブ刑務所での実話を使った話らしいわ。罪の意識がテーマの心理ホラーやって。現実の話知ってるとすでに気分が悪いな。それと、マルチエンドで最後に究極の選択を迫られるみたいや。それはいいね。それじゃやっていく？ラナ大好きだよ。パパは遅くまで仕事なんだ。アニメでも見て楽しんで、いい夢見てね。なるはやで帰るからな。演出で世界観が SF なのかと思った。8時間後。ずいぶん経ったな。残業が過ぎるよ。やっと帰れた。ラナ、いるか？やっぱり家は落ち着くな。グエー。ほえー、ラナもやられてそう。侵入されてるなら何かしらはされとるやろな。その倒れ方はワンチャン死ぬ。ここはどこだ？ラナに何があった？真相を突き止めてラナの元に戻らなきゃ。よーし、動けるね。まだやることわからんからとりあえず周り見ていこな。鍵があったよ。ほーん、さては部屋の角が恐ろしく暗いゲーやな。他の段には何もなかったよ。あからさまに照らされてる正面に行こか。これはクリックで動かすタイプかな？あんま見たことないオブジェクトやな。我らのちっぽけなゲームへようこそジャック。お前は悪魔と踊ってきた。そして今生産の時が来た。我らアンダーグラウンダーズは影に潜み、汚れた者に裁きを下す。宗教？何してる写真や。我らの手からは逃れられない。お前が歩むのは闇と絶望に満ちた危険な道だ。ちょい暗いから照らす？待ち受ける悲惨な真実に正面から向き合えるか？娘の運命は天秤にかけられている。だが警告しておこうジャック。結末はお前の想像とは異なるかもしれん。不確かな運命を受け入れるのだ。影はその奥に秘密を隠しているのだから。そんな、ラナ、なんだよ。娘を助けるのが何が起きてるんだよ。目的やな。俺が何とかする。約束する。覚えてる。2003年、イラク、バグダッド、アブグレイブ刑務所。覚えている。アブグレイブ。叫び声、泣き声。俺はあそこにいた。イラクに、俺たちはあの人たちにひどいことをした。正しかったとは思わない。でも当時は必要だと感じていたんだ。後悔しているとは言えない。好きかどうかは関係ない。それも俺という人間の一部だ。そして今、ここに立っていると、その記憶がつきまとう。でも過去は変えられない。俺にできるのはそれを背負って生きることだけだ。囚人おらんのか。姿は記憶にないんじゃない？印象深いの何人かいてもええと思うけどな。BGM も相まって海外ドラマ見てる感覚になるね。すごく長そうでええな。これ見て何を知ればええんやろ。今ジャックがいたマップの構造なんじゃないの？え、そうなん？じゃないと謎の階層すぎるでしょ。尋問室。さて歩こう。あれ生きてるか？会って確かめるしかないし進むぞ。すでに鍵あるしどこかしら開くわな。出ていくためのみたいだね。いやこんなん無理やぞ、暗すぎる。こんなところにライトがあったよ。机の上に並べとけ。まあ心もとないな。割とスタンダード。 10倍補正かけてこれだから道中カットでいいぞ。ホラーでよくある朽ちた廃墟ってことだけわかりゃええわな。スイッチが一つないな。探さないと。電気つくんかな。この暗闇の中ブレーカーのスイッチパーツ一つ探すの大変そうだ。わかりやすいところに置いといてくれることを願う。何か書いてあるっぽいけどなんだろう。数字か？まあ覚えておこう。2003年、この手紙はアブグレイブの囚人によって書かれました。私は神の下で、あなたの姉妹ファティマです。彼らは私を1日に9回以上も強化しました。あなたの姉妹の一人が使われることを想像してください。私をあなたの姉妹だと思ってください。私と共にいるのは13人の未婚の少女たち。皆公然と、誰もが見て見ぬふりをする中でもてあそばれています。私たちは祈ることを許されず、衣服を剥ぎ取られ、尊厳をも否定されています。私がこの手紙を書いている今、一人の少女が自ら命を絶ちました。彼女はやられた後に兵士から暴行を受け、それに耐えきれなかったのです。彼女は頭を壁に打ちつけ続け、やがて息絶えました。イスラム教では実写通話禁じられていますが、
神がどうか彼女をお許しになりますように。電力が来てないのか、修理しないと。話重すぎか？現実的だからノーコメントとしておく。そうかい。電力復旧したらパスコード入れる場所あったけど、そのパスも探さないとだ。しゃがんで入る部屋でブレーカーのパーツを発見。ほな戻ろか。はめる？違うパターンを試してみよう。全部オンにするだけちゃうんか。特定の順番以外はリセットされちゃうやつだね。もう一度やってみよう。もう一度やってみよう。違うみたいだ。もう一度やってみよう。どこかにヒントあるの？空間が狭いけど何かしら見逃してるんかな。全部やればいいや。よし行こう。どうやって当てるのが正解だったんだろう。次はパスコードやな。しな、それも見つけてないよ。明るくなったしまた探索タイムやな。てかあれエレベーターだったんだ。エレベーターを開けるには4桁のパスコードが必要か。まだ使えるといいんだが。主人公は覚えてるんか？わかんないけど、ここまでで出てきた4桁の数字は2003しかない。開くんか。閉められるけど階は指定できない。せめて上へか下へかは教えてくれ。窓があるから地下ではなさそう。多分今までいたのが地下だったんやろうし、上に上がった感じか。左は開かなくて、窓から見える景色じゃどこにいるのかも判断できないね。デスゲームみたいなやり口してる割にあんまりちょっかいかけてこんのな。モールス信号の対応表か。役立つかもな。覚えてるからいらない。どこで覚える機会あるんや。学校でやったよ。覚えても使うことないやろ。それはそう。そこのパソコンでジャックの背景設定が読めるけど長いぞ。どれくらい？2分20秒くらいだ。ジャックは47歳で父親、製薬会社のオーナーとして一見平凡な生活を送っている。ビジネスの管理と娘ラナの世話に追われる毎日。しかし、ジャックには必死に隠そうとしている過去がある。10年前彼はアメリカの特殊部隊の工作員として活動していた。イラクに派遣され、非正規で戦争機関から逸脱した任務を担う秘密部隊の一員だった。そこで善と悪の境界が曖昧になる隠密行動の暗い世界にどっぷりと使っていった。任務の性質上、冷酷な手段を取ることを求められ、その結果、忘れたいことをしてしまった。ジャックは暗殺、潜入、従来の戦争規範に反する行動など、機密性の高い任務に関わっていた。しばしば自らの倫理観を曲げさせられ、正義と信じていたものの境界を越えていった。影の中で無実の命を奪うような行動をし、それが彼の良心に深く刻まれる重荷となった。その傷を今も日常の中で隠そうとし続けている。彼の仲間の工作員たちは、イラクの女性への暴行を含め、言葉にできないような行為を犯した。ジャックは道徳的な複雑さに悩みながらも、対立よりも沈黙を選んだ。共犯の重圧が彼を苦しめ、あの激動の時代に下した選択に苦悩する。秘密の過去は現在の生活にも響き、今の彼が目指す贖罪と理解を求める試みをさらに複雑にしている。過去が再浮上するにつれ、過去に置いてきた影と向き合わされる。家族をその闇から守ろうとしながらも、再びその闇に飲み込まれようとしている。エレナは小さな町で育ち、質素な生活に安らぎを見出していた。幼少期の夢は幸せな家庭を持ち、穏やかな生活を送ることだった。成人してからはジャーナリズムの道を選び、真実を明らかにし、普通の人々の知られざる物語に光を当てたいと情熱を燃やしていた。その過程で同じ志を持つジャックと出会い、愛に満ちた家庭を築いていった。二人の愛の物語は日常の中で紡がれていった。共に笑い、遅くまで会話し、娘ラナを育てる喜び、エレナの温かさと優しさは周りに深い印象を残した。しかしジャックは知らなかったが、エレナは秘密を抱えていた。悪意からではなく、家族を守るための秘密。ジャーナリストとして、社会の暗部を暴くような記事を掘り下げることがあった。エレナの突然の死から2年、ジャックとラナは深い悲しみと共に過ごしていた。彼女の思い出はかつて家を満たしていた笑い声が消えた後も、色褪せることなく残り続けている。物語の中心人物ではないものの、エレナの存在は触媒のようにジャックに過去を見つめ直させるきっかけとなった。一枚の写真。静かな夜、ジャックとエレナは映画を見ながら寄り添い、赤ん坊のラナは安らかに眠っている。幸せな家庭だったんだね。隠し事多そうやけどな。何でもオープンにするのがいいってわけじゃないでしょ。まあせやな。ここにモールス信号で単語を入れるとさっきの廊下の扉が開くっぽい。ほな単語探しに行こか。デストラップ部屋感あるな。うかつに物に触れるなよ。いやいや、調べられるものは全部調べたいよ。何かの風刺画か？実際に行われてたことをイラストにしてるんだと思う。ほん、だとしてなんで飾る必要があるんや。まずテレビ調べろってさ。ほな行け。
アメリカ陸軍の尋問技術、囚人の抵抗心を砕くために大音量の音楽を用いてきた。あるケースではデビッド・グレイのバビロンが大音量で延々とループ再生された。囚人たちは縛られ、身動きできず、耳も塞げないまま、極度の精神的苦痛を味わった。知らない音楽が流れてる時のコンビニのバイトと同じだね。どこがや？よく聞いてくれ。あれはイラクで最も悪名高い監獄だ。だからあそこではひどいことがたくさん起きた。我々はその施設を引き継ぎ、そこに一部のイラク人囚人を収容した。残念なことに、劣悪な統率と管理のせいで我々の兵士の中に虐待行為を行った者たちがいた。裸にしたり、犬を使って局部へ吠えさせかませようとしたり、囚人たちを積み重ねるように並べたり。最初に報道が出た時、俺たちがあそこに回された時点では正直、半信半疑だったんだ。でもあの写真が出回った時には、それが彼だって可能性を否定するのは難しかった。囚人、イラク人にとっては、とても屈辱的なことだったろう。特に宗教的信念を考えると、本当に辛かっただろう。お前のその汚れた手から血を洗い流せるとでも思ってるのかジャック。あのおぞましい写真を目にした時、世界中が吐き気を催したんだ。お前の醜悪さが白日の下にさらされたんだ。お前のくだらねえ謝罪は苦しめた人たちへのものじゃねえ。バレたことへのもんだろ。アンダーグラウンダーズは最低のカスのお前を地獄の暗い底へ引きずり込むまで決して休まねえ。ジャックがやったことを見せつけるための壁ポスターやったんかな。さっき見た背景設定的には直接じゃなくて見てみぬふりだけだったっぽいけどどうなんだろうね。ふむ、明らかに謎解きなのにドア行けって言われる。従うしかないで。音楽を覚えているかジャック。耳をつんざくような終わりのない騒音を囚人たちに浴びせたよな。頭蓋骨が割れるような爆音を流したよな。それを何時間も何日も彼らがただの抜け殻になるまでそうやって壊したんだよな。ジャック実行犯なの？彼らは眠ることも考えることもできなくなった。悲鳴を上げ、懇願し、止めてくれと泣きわめいた。でもお前は気にもしなかった。むしろそれを見て楽しんでた。音に追い詰められ、正気を失っていく様を見ながらな。今でも、何年も経った今でも、あの時の囚人の中には大きな音を聞くだけで、あの拷問を思い出す者たちがいる。今度はお前の番だ。その頭蓋に響く轟音を味わえ、狂気が侵食するのを感じろ。この地獄に逃げ場はない。救いも、慈悲も、ない。お前は彼らと同じように苦しむのだ。お前自身が生み出した悪夢へようこそ。お前だけの地獄へようこそ。音響攻撃は私に効果抜群だから爆速で解決する。できるならええで。机に5枚のイラストが置いてあって付箋も5個あるから該当の場所にイラストを置くだけだね。リードは獣だけのものではない。死に這わされ、他者の視線と支配のもとに縛られた者たちをつなぐものでもある。マウストラックで動かすんじゃないんだ。クリックで持ち上げてクリックで置く式だ。ある者は裁きの前に立たされる。裸にされ、大地の泥にまみれ、空気に降伏するかのように両腕を広げる。権力の重みは鉄のように押しかかる。その重みに潰されないためには、己の立場を鎖なしだと認めるしかない。線と線にとらわれて、肉体はその内側にとどまり、手足だけが冷たい鉄に差し出される。時に視界を奪われ、両腕は大きく引き伸ばされ、冷たい鋼に縛り付けられたその顔に、誰にも見られぬ影が落ちる。解いた時のが一番うるさい。最後っぺやな。あかねちゃん、音響攻撃をした過去があるならジャックは死ぬべきだよ。爆音はうちも嫌いやけどそこまで極端なことは言えんわ。いや許さない。そうかい、許すということを覚えような。許してもらえて当然って思うのやめようね。音攻撃に対しての意地が固くなすぎる。で、次への扉は開いたよ。どこかに単語あったか？テレビ横のメモに大きく書いてあったでしょ。ほん、知らん。哀れみを見せてはいけない。命には命を、歯には歯を、目には目を。アンダーグラウンダーズの価値観。なんというか復讐者っぽいしな。お、目と歯と頭蓋骨。今さっきの本が役に立ちそうやな。じゃあここはこれで。3つ目を調べる必要ないの？ラッキーやな。最後は目には目をだから本当にこれでいいんだ。運ゲーで突破もできそうでええ仕掛けや。通れない。火を止める方法を見つけないと。すんごい近くにあったな。バルブを探す必要すらなかったね。炎も過去にジャックがしたことやったりするんかな。ないとは言い切れないね。おう、目的地や。他に誰かいたりしないよね。あの鎖をどうにかして切らなきゃ。まず被せられたもの取らないと本当に娘かわかんなくない？雰囲気とかでわかるやろ。親子やぞ。大きいハサミみたいなのチェックしたら何か始まった。
くますか？ドア開けっぱなしだったんだけど倒れる？そこは倒れといてくれや。ガスがジャックを襲う。視界がぼやけていく。パパ、お願い、起きて。ラナ、縛られてる？パパ、目が覚めたのね。私どこにいるのかわからないの。連れてこられて。大丈夫か？怪我はしてないか？大丈夫。でも、怖いよパパ。わけがわからないわ。必ずここから出る。約束する。そばにいてくれ。警告したよな、ジャック。この旅路はお前の存在すべてを試すことになると、終わりはお前の思っているようなものじゃないかもしれない。と、そして今、ここにいる、一つの命が失われなければならない分かれ道にな。この瞬間のためにお前は戦い、血を流してきた。娘を助け出せば平穏が訪れると思っていたな。だが今、ここに立ち尽くすお前の前に、真実が姿を現した。これは娘を救うことでも、自分を救うことでもなかった。お前が払うべき代償の話だったんだよ。さあ選べ。お前の命か、娘の命か。一択でしょ。少しは悩もうな。ここに許しはない。逃げ道もない。お前の罪、選択が、この瞬間へと導いたのだ。アンダーグラウンダーズは救いを与えない。あるのは報いだけだ。決断しろ、ジャック。だが忘れるな。どちらを選んでも、お前は一生その重荷を背負うことになる。それが、お前の生存の代償だ。奥に非常口ある？逃げれそうやん。いや動けないな。視界だけ動かせるけど。そうか。ダメ。パパやめて。そんなのダメだよ。お願い。きっと他に方法があるはずだよ。こんな終わり方じゃあいつらの思うつぼだよ。ラナ、俺は、もし選ばなきゃいけないなら、もし本当にそうしなきゃいけないなら、それならパパは生きて、私のために死んじゃやだ。お願い、私に背負わせないで。耐えられないよ。愛してるわパパ。何よりも。だからやめてよ。私のために死ぬなんて、そんなの。お願い、行かないで。そばにいてよ。こんな終わりは嫌だよ。ふむ。これが究極の選択ってやつか。悩むまでもなくジャックを撃つよ。過去のやらかしが許されない世界は生きづらいで。まあそこは意識せずともさ、ラナを撃つ理由がないからジャックを撃つよ。ラナを救う。自分を撃つ。一生のトラウマになるで。数年後、ちゃんと返してはくれたんやな。彼らは父さんがやったなんて到底思えないことの代償を払わせた。でもそれは私の知ってる父さんとは違っていた。父さんは私のヒーローだった。全てが壊れて見えた時でも信じていれば前に進めるって教えてくれた人。なんであんなに多くのことを隠していたのか、きっと一生わからないままなんだと思う。誰にだって人に見せられない部分があるのかもしれない。たとえ何を言われようと、彼はずっと私の父さんで、私を誰よりも愛してくれていた。だから私は生きていく。父さんの思い出とともに、知っていることも知らなかったことも背負って、全てを犠牲にして私に生きる機会をくれたから。前に進む力をくれたから、それだけは絶対手放さない。1分のエンドロールだ。映画を見終わった後みたいな感じしてる。30分くらいで終わったけど長く遊んでたら泣いてたかもしれんな。 BGM と演出が良かったしね。罠を打つ方も気になるわ。読量感的にこれで終わってもいいけど見とく。自分を打つのは2つ目のエンディングだったみたい。嘘やろ、絶対最初に選ぶやろ。チャプター機能ないのとパスコードとか分かっててもイベントこなさなきゃ入力できなかったりで時間かかったよ。自分を救う。ラナを撃つ。数ヶ月後、さっきと違ってあんまり経ってないな。彼女を救えると思ったんだ。うまくやれると思ってたんだ。でも俺は彼女の未来を、彼女の人生を俺のために奪ってしまった。そんなのが父親って呼べるか。この傷は永遠に癒えない。こんなんがなも報われんやろ。
ちは切なく終わったけど、こっちは後味悪いな。数ヶ月後に後悔して死ぬぐらいなら自分を撃てばよかったのにね。その感想もどうなん？これでアフタージャックが解放されただろうし見とこうかね。せやな、エンドロールは悪いがカットや。じゃあ始める。何年も経って、毎年同じように感じる同じ暗い道をぐるぐる回ってるだけみたい。でも今夜は違う気がするの。疲れてるだけかもしれないし、ただ雨のせいかもしれないけど、時々思うの。私本当に全てから逃れられる日なんて来るのかなって。彼から、あの体験した全てのことから。でも私はまだここにいる。そして今夜きっともう一度前に進める気がするの。罠のエンディングよりもっと後の話か。割とあのエンディングで完成されてたと思うけど。動けるけどどこ行けと。ライトないんか？ないから明るい方に行くのが正解かな。ガン無視か？車には何もない。そっちの建物くらいしか見たくなるものもないな。鍵がかかってる。またどこかでなくしちゃったのね。受付で合鍵をもらわなきゃ。こんにちは。部屋の鍵をなくしてしまって、合鍵をいただけますか？かしこまりました。身分証をご提示いただけますか？ええ、どうぞ。今日お誕生日なんですね。おめでとうございます。ありがとう。こちらが合鍵です。元の鍵が見つかりましたら持ってきてくださいね。わかりました。ありがとう。何歳になったんだろうね。そういや元の年齢も知らんな。電気スイッチは？多分ないけど別にいい。アブグレイブ、歴史に刻まれた汚点。あの場所の話は今でも私を悩ませる。父さんは過去のことをほとんど話さなかった。でも、この刑務所が父さんの一部だったことは分かってる。今でも思い出から逃れられないの。あなたの犠牲があったから今の私がある。それは私にのしかかる重荷でもある。忘れないものなんだね。目の前で死なれりゃ当たり前やろ。父さんの時計、どこに行く時もこれだけは持って行ったよね。父さんの一部がまだここにあるみたいに感じるよ。気持ちだけじゃなくて物もちゃんと残ってるんだね。罠はちゃんと生きていけそうでええな。寝るかまだ探索するかだね。ちょい周り見てこよか。何もなかったから寝る。受付の判定すらなかったしな。朝になった。誰や？やあラナ、誕生日おめでとう。この日を待っていたんだ。誰なん？最後の誰やったん？アンダーグラウンダーズの人とか？罠に何かする理由ないやん。そうかな。大人になるのを待って何かをしに来たとかさ。うちはジャックの同僚が過去にあったことを教えに来てくれたんやと思うで。それならまだジャックが大人になった娘に語りに来たスピリチュアル説の方が納得できる。続編の匂わせ説でもか。235円で1時間くらい楽しめてよかったわ。ホラーというかノベルアドベンチャーとしてかなり惹かれるものがあったよ。ほな、終わろな。またな。おやすみなさい。よくこんな暗い話見た後に眠れるな。私の方が過去は暗いから別に。妙な設定生やすのやめえや。